うちの焼きそばなんですけれど、うちの焼きそばはだいたいこのような材料を使います。でまずおそばはちょっと太めの乾麺ね、これをこう縮れた麺なんですけれども、これを使うことが多いです。他のいわゆる乾麺使っていただいても中華麺使っていただいても構いません。それから端から言いますと豚肉ですね。それから桜えび、もう桜えびは絶対入れた方がいいです。それから、もやし、ここら辺にしいたけね、生姜にんにく、あとはキャベツとかネギとか、ここら辺のお野菜はその時にあるもので大丈夫です。これじゃなきゃいけないってことはありませんので、その季節のお野菜とかキャベツが白菜になってもいいですし、玉ねぎとかが入ってもいいし、そこら辺はもう自由です。台所のキッチンにあるお野菜の整理にも使えると思います。食べる時に必要な調味料、出しますね。これは豆板醤ですね。それから、お好みによってヌクマム、それから、いわゆるソースですね。そしてお醤油、あとお酢が、今日は2種類ありますけれども、こちらがマイルドなお酢で、こちらがちょっと、普通の酸味のあるお酢です。こんなものを用意しておくといいと思います。作る前に卓上で使う調味料を準備しますけれども、豆板醤もたっぷりめに用意しますね。それからお醤油ですね。お醤油味がお好きな方とかソース味が好きな人とかいろいろいますので、基本的には軽い塩味をつけておいて、各自好きなように醤油味だったりおソースだったりヌクマムだったり、あとちょっと酸っぱい酸味があった方が美味しいですので、お酢も割とたっぷりめに、お酢たっぷりっていうのは結構美味しいんですよね。だからお酢もたっぷり用意して、これを卓上に出しておきますね。使う道具は、まずおそばを茹でるお鍋ですね。お湯をたっぷり沸かしておきます。それからおそばを焼き付けるフライパンね。そしてこちらがお野菜を炒める中華鍋です。それからこのヘラがあればいいと思います。それから器もちょっと考えておきましょうね、先に。今日はここにお野菜の炒めたのをのせたいと思います。でこちらにお蕎麦を焼いてのっけたいですね。それから各自のお皿です。ちょっと大きめのお皿がいいですね。お蕎麦と野菜を入れて好きな調味料をかけて食べるので、ちょっと大きめのお皿がいいです。それからお取り箸とか各自のお箸ですね。そしてあと飲み物のグラスなどを用意しておかれるといいと思います。今日は全部グラスの形が違うんですけど、こんなのも楽しいんじゃないかと思います。この茹でたおそばに油をまぶしておきたいんですけれども、私は
私の好みですけれども、太白ごま油と、この濃い方の味がする普通のごま油ね、両方かけて混ぜておきます。ここら辺はもうお好みでお好みの油を使っていただいたらいいと思います。でこうやって茹でて油をまぶしておきます。これで野菜の準備終わりです。お肉は下味付けなくていいです。あんまりちっちゃくなく、そうですね、一口大よりやや大きいかなぐらいの感じで切ってください。お蕎麦はまずフライパンを熱く今熱してますけれども、で熱したフライパンに油ちょっと多めに入れますね。お蕎麦を焼きます。
一塊にしてこのぐらいだったら3つの山にしてこのまま焼きます。これ混ぜたりはしないんですね。このまま静かに焼いています。で、一方中華鍋の方で野菜を炒めます。まず中華鍋を熱くして油を周りから入れますね。でこの中で見るとキャベツが一番多いですので、まずキャベツから。でこれだけの量の野菜をいっぺんに炒めるとすごく大変なんですね。お水がもういっぱい出てきてしまいますし、うまく野菜炒めって意外に簡単なようでお水が出ちゃったりするのでうまくいかないという方が多いんですけれど、1種類ずつ炒めると、火の通りが均一なのでとても手早く水が出ないで炒めることができます。あんまりぐちゃぐちゃかき混ぜないでちょっとしばらく広げて置いとくような感じですね。で大まかに上下を返す。でここで軽くお塩してください。塩コショウ軽くしてもうこれでキャベツは終わりですね。火を止めます。でもういきなり、お皿に入れていきます。こうやってどんどんいろんなお野菜を一つずつ炒めてさっさと炒めてね、軽く塩味をつけて炒めていくので水分が出ないんですね。で油が足りなかったらその都度少し足すという感じですね。でこっちのお蕎麦の方も時々チェックしてください。焼き色がしっかりカリッとついたら繰り返します。ここのお鍋見るようにほとんどお水出ていないですよね。油がちょっとありますけれども、ほとんどお水は出ません。あんまりこちら火を強くするととても忙しいですので、割とじわじわ焼く、そんな感じで焼いてください。そうするとゆっくり野菜を炒めることができます。ちょっとこちらチェックしますね。もうちょっと焼きましょうか。仏教の人参はしっかりした硬い人参なのでちょっとゆっくり炒めます。こちらもすごくいい感じに焼けてきました。
これだけ野菜炒めてるんですけど、水気全然出てないんですね。これを一挙に炒めようと思ったりすると、ここが水浸しになるんですけれど、全く水気出ませんね。だから1種類ずつ、あるいは火の通りの時間が同じものを合わせてさっと炒めると、強火でさっと炒めるのが、この野菜炒めのコツです。で、桜エビ入れます。で、桜エビの香りが出てきたらおネギを入れます。すごくいい香りがしてきましたので、ネギ入れますね。これもさっとでいいですね。で、軽くほんのちょびっとお塩して、ネギに少し火が入ったかなぐらいでやめていただいていいと思います。これとネギと桜エビだけの焼きそばも美味しいですよ。これはまあ好みなんですけれども、お肉は濃い味のごま油と太白ごま油両方使います。で、にんにくと生姜を入れます。で、お肉が炒まってきたら、お肉だけお醤油使います。胡椒とお醤油ですね。鍋肌から入れます。で、豚肉に美味しそうなお醤油の香りがつきますので、はい、これで出来上がりですね。最後お鍋の中に豚の脂が残るんですね。で、これはお好みだったら上からかけちゃってください。で、油が嫌っていう方はもうこれは入れないで、今日は入れないようにしておきますけれども、そこら辺はお好みで。はい、これで出来上がりです。